皆様こんにちは。マレーシアマイセカンドホームプログラム MM2H の参加条件が改正されたことによって、今巷では MM2H がオワコンだとか、さらにはわけのわからないサラワックの MM2H を使った抜け道みたいなものもネットで紹介されていて、マレーシアは一体どうなっちゃったのかと思われている方も多いと思います。今回はMM2H がどのような経緯でドラスティックな条件変更を行ったのかということを国家監査の内容に従って説明させていただき、サラワック MM2H に関しても、本来はサラワック MM2H っていうのは最強の MM2H プログラムなんだっていうことについても解説していきたいと思います。まずはじめに、今回の騒動を理解するのに知っておいた方がいいかなと思うことが3つありますので紹介させていただきます。まず1番目は、2019年度国家監査で MM2H プログラムの問題点が指摘されたということです。そして2番目は、2021年に12期国家計画で2025年のマレーシア人の平均年収の目標が設定されたということです。そして3番目は、マレーシアには複数のイミグレーションが存在するということです。まず1番目の2019年度国家監査では、2021年の9月の終わりにレポートが発表されて、その内容は国会で承認がされています。国家監査のレポートは中央政府についての監査レポートで856ページにわたる11の内容について各省庁を監査したものです。その中に MM2H に関する監査が44ページにわたって報告されていて、当初の MM2H の目的が達成されているのかということが監査されています。まず MM2H の本来の目的なんですけれども、定義としましては、年齢を問わない高品質の外国人に対してオフショア収入のみでマレーシアでの豪華な生活をしてもらうために滞在許可を提供することというふうになっています。監査レポートでは次のようにその目的を達成するための管理がいい加減だったということがたくさん指摘されています。2015年から2019年9月までの MM2H プログラムへの参加達成度は良好であり、定められた目標の 17,500 人に対して合計 21,292 人がこのプログラムに参加しています。ただし全体として MM2H プログラムの管理は効率が悪く、本来の効果も低くなっています。統合されたデータベースの欠如、MyIMM システムの内部統制の弱点、及び不明確なルールや手順があって、観光省とイミグレーションがプログラムの成果を効果的に監視し、評価することが困難になっています。また、この弱点は、参加者や扶養家族が規則に違反したり、マレーシア国民を健康と安全保障のリスクを晒すための抜け穴になってしまう可能性があります。さらに MM2H エージェントに関しては違法行為を起こしたときに法的措置を取るその法的な根拠が存在しないような状態です。監査で提起された弱点を克服し、観光省の MM2H プログラムの本来の目的を確実に達成するために、観光省とイミグレーションは以下の改善措置を講じることを奨励します。1、プログラムの実施、監視、評価の効果を高めるための統合システムを確立することによって、観光省と関連省庁との間の調整を強化する。2、観光省は監査で提起された問題の改善を実施し、MM2H プログラムへの影響と有効性の調査結果を考慮に入れた上で、プログラムを再開し、そして今までの成果と関連性と実現性を維持しながら、さらに国家安全保障について強調する必要があります。3、観光省イミグレーション及び MM2H 運営委員会は、MM2H プログラムのガイドラインを見直しして、そしてそれを改定し、より統合された明確で包括的なものにする必要があります。また、イミグレーションと保健省が定めた手順、基準に従った健康診断手順についても検討する必要があります。4、より効果的なモニタリングのために MM2H 参加者にデジタルスマートカードの使用を義務化して参加者による不動産購入に関する情報の記録、参加者の居住及び雇用情報などの情報を統合する必要があります。
こういった感じになるわけですが、この中で参加者に関する条件ね、今回改正された条件に関連する事項なんですけれども、監査では2002年から MM2H への参加の条件の見直しがされていないということと、それから本来マレーシア国内で居住することによって MM2H は経済効果を発揮するんだよと。だから、そういったことでは MM2H 参加者の一部がマレーシアに住んでいないということは問題だと。その2つが指摘されているんですね。まずその MM2H の参加条件ね。それについてですが、監査の中では次の2つをベースに問題点を指摘しています。まず、統計によると、マレーシアでの首都圏の月の収入が1万から1万5,000リンギットの収入がある外国人がね、生活していく場合に、1ヶ月の経費っていうのは6,464リンギットだっていうことなんです。おそらくこれはワークパーミットで働いている人の統計じゃないかと思うんですけれども、MM2H の1ヶ月1万リンギットの収入からすると、その差、つまり6,464リンギットの差ね、その3,536リンギットっていうのが、その生活最低線プラス贅沢に使われるということになるわけです。この換算においては、この3,536リンギットっていうのが贅沢に使われるわけなんですが、それは贅沢じゃないというふうに指摘しています。それから2019年、これは前内務大臣の時代なんですけれども、MM2H 運営委員会っていうのがありまして、その運営委員会では40歳未満の MM2H 参加者に関してですね、オフショア収入4万リンギット、流動資産50万リンギットから400万リンギット、これが必要だという提案をしたというふうに書かれています。1家族に月3,536リンギットのね、贅沢予算があるっていうのは、これすごく贅沢だと思いますし、数人の子供がいてもね、全員インターナショナルに通わせて、さらにサマースクールとか修学旅行ね、それ海外にバンバン行かせたとしても、月100万かかるのかなと私は思ったりするわけですね。このすごい提案がされた時期っていうのは、マハティールさんの政権の時なんですね。その時の内務大臣っていうのは、前首相のムヒディンさんだったんです。このような MM2H 運営委員会から出てきた提案を、ムヒディンさんが、マハディールさんがいる閣議に持ち込んだのかって、これはどうかわかりませんけれども、そのような事実があったんだっていうことは、監査レポートに書かれてるわけですね。おそらくこの時の40歳未満に対する条件改正案のこの4万リンギットね。これが現在の MM2H での新条件月4万リンギットっていうのにつながってくるんでしょうけれども、個人的にはなんかが狂ってるような気がします。この監査の指摘に対して観光省はコンサルタントを使って、これは内務大臣が KPMG だとばらしてますけれども、このコンサルタントを使って調べた結果、MM2H 参加者の理想的な条件というのは、既婚者であれば年収48万リンギット、未婚者であれば42万リンギットだと言われたそうですね。さらにこのコンサルタントは流動資産については120万リンギットの流動資産とマレーシア国内に72万リンギットの定期預金が必要だとも言っています。このような根拠から観光省も内務省も一致してね、だから内務省の暴走じゃなくて、他の省庁も全員の納得した上で新しい MM2H の条件を出してきたわけです。しかし、監査レポートの中には、監査人の意見として、月1万リンギットの収入という条件では、国に対する経済効果は期待できないっていうところまでしか述べられていないんです。定期預金だとか、流動資産、MM2H のパス発行手数料などといったことは、管理がいい加減であるということは指摘されているんですけれども、その額については指摘されていません。どちらかというと、どのようにマレーシア国内で MM2H の方々がお金を落としていくのか、落とさせていくのかっていうその管理にフォーカスが向けられているわけですね。さてここで月1万リンギットの生活費が贅沢なのかっていうことをちょっと別な視点から見てみたいと思います。以前の私の動画で MM2H はマレーシアの収入グループにおいては T20、つまり収入でいくと上位 20% にあたる人たちの生活をすることを目的としているんではないかっていうお話をさせていただいたんですけれども、その方々の月の収入っていうのは2019年の統計では最低1960リンギットだっていうことなんですね。
おそらくその1960リンギットを1ヶ月で使うというのがマレーシアでいう豪華な生活になるんじゃないかなと私は思ったわけですね。ところがつい最近マレーシア政府は第12次国家計画っていう政策を国会で承認しました。この国家計画の中には2025年までにマレーシア国民の平均世帯収入を月1万65リンギットにするっていうことが書かれています。この目標が達成できるのかできないっていうことは別にしておいて、少なくてもこの数字が国会で承認されたわけですね。この数字からいくと、マレーシア政府っていうのは MM2H の条件として月1万リンギットのオフシェア収入っていうのは贅沢じゃないよと言えるわけですよね。もしマレーシア人の平均収入が月1万65リンギットになっちゃったっていうんであれば、マレーシアの生活で贅沢なレベルっていうのは少なくても1万5000リンギットとか2万リンギットになるはずなわけです。いずれにせよですね、よく日本人の間で話に出る月5万円で生活できますかなんていう話ありますよね。そういったものっていうのは MM2H 新規参加者においては贅沢な生活に当たらないどころか、マレーシア政府からしてみるとどうぞお引き取りくださいっていうレベルになるわけです。MM2H 参加者の一部がマレーシアに滞在していないっていうことに関しては、監査レポートの中では次のように指摘があります。MM2H センター及び観光省のパフォーマンスモニタリングレポートに基づくと、2002年から2019年9月までに131カ国から合計 48,471 人の外国人が MM2H プログラム参加を承認されました。MyIMM システムに基づく MM2H の参加者の出入りの記録について分析を行ってみると、2015年から2019年までの間に合計1822人の参加者がマレーシアをすでに離れ5年間マレーシアに戻らなかったということが分かりました。その参加者の多くというのは中国、バングラデシュ、香港の市民が含まれます。これに対して観光省は次のように答えているわけですね。MM2H 参加者が一定期間内にマレーシアに滞在しなければならないという決まりは設定されていません。しかし観光省としては、MM2H 参加者がマレーシアで滞在する際の支出に基づいて、そのお金が経済に貢献すると考えております。今後は新規条件として参加者へのマレーシアの出入りの頻度に関する事項を含む新しい MM2H プログラムの方針を考えており、そこではそういったことに関して適切な滞在期間を設定しています。これに対して監査院は、経済に貢献することが MM2H プログラムの実施の目標であるわけだから、参加者がマレーシアに長期滞在しない場合っていうのは、この目標に影響を与えるんじゃないかという意見を述べています。結局のところ、セカンドホーマーはマレーシアに来てお金を落とすことが本来の目的であるわけですから、滞在期間が少ないということは問題だという話なわけですよね。その他国家監査では様々なところを指摘していますが、個人的には体制に影響がないと思いますので、この動画ではちょっと割愛させていただきます。とはいえ、私も驚いてしまうような MM2H 申請とかね、更新、定期預金の管理のすごい弱点がレポートでは報告されてますので、興味のある方は Google 翻訳するなどしてぜひ読んでみてください。このように国家監査で指摘されたことを修正して、この国家監査のレポートを国会で通した。その結果、MM2H の新規条件が出てきたわけです。ただ、私はこの監査レポートを全部読みましたけれども、MM2H の新条件っていうのは、なんかオーバースペックな内容だと思っています。もっと現実味を持って監査を通す方法はなかったのでしょうか。そこにサラ枠 MM2H というものが登場するわけです。サラ枠 MM2H と聞くと、何か MM2H とは目的が外れた抜け道的なハイリスクの MM2H というイメージを受けますよね。別にサラ枠に住むために MM2H を取るわけではないんですから、サラ枠 MM2H というのは論外だとお考えになる方もいらっしゃると思います。ところが、マレーシアには複数のイミグレーションが存在するということを理解してしまうと、そのバイアスはほとんどなくなってしまいます。以前マレーシアが独立した際に、すぐシンガポールが抜けて、そしてその後にサバとサラワクがマレーシアに加わったわけです。その加わる際の条件として、イミグレーションの独立性というものがイミグレ法の中で例外として認められたわけです。
考え方としては、エントリーポイントがサバやサラワックであれば、イミグレーション法の範囲であれば、その入国条件、期間などをサバやサラワックは独自に決めていいっていう約束事なんですね。さらに中央政府っていうのは、マレー半島に対しての居住パスしか発行できないんです。それに対して東マレーシアのサバ・サラワクっていうのはエントリーポイントさえしっかりしてればマレーシア全土に対しての居住パスの発行が行えるんです。これはマレーシアの国民に対しても同じで、マレー半島のマレーシア人は東マレーシアに住んだり働いたりする場合はね、外国人のように滞在許可とかワークパミットを取る必要があるわけですよ。その逆の場合、東から西の場合、それ必要がないんです。つまりね、東と西で不平等条約みたいなものがマレーシア国内にあるんです。だからイミグレーションが複数あると言ってるわけです。この例外を使ってサラワク州というのは MM2H が始まった当初から独自の MM2H プログラムを始めています。これが最近よく聞く SMM2H、サラワク MM2H と呼ばれているものです。イミグレーション法に基づいていて、さらに MM2H 政策の目的に沿っていればいいわけですので、中央政府とは違う路線で MM2H をサラワクが行ったわけです。では、サバ州はどうなんでしょうかということになるわけですけれども、実はサバ州は中央政府の MM2H におんぶ抱っこして MM2H を発行してるんです。だから、普通の MM2H は中央政府が発行するわけですから、サラワクに入れないですよね。だからマレー半島になるわけです。でもサバと一緒にやってるわけですから、マレー半島とサバ州に住むことが認められるわけです。もし MM2H にすでに参加していて、パスポートに MM2H のステッカーが貼られている方はですね、そこの中を見ていただきたいんですけれども、MM2H はマレー半島とサバ州に住めるよっていうことが書かれています。当然ながらサラワク州というのはエントリーポイントがサラワクである限りですね、マレーシア全土の居住を認めた MM2H が発行できるわけですよ。だから今までの感覚としては、サラワク MM2H というのはサラワク専用の MM2H だっていうイメージを持たれていたと思いますけれども、実際にはですね、マレーシア国内の最強の MM2H プログラムなんですよ。ただ、サラワク州が行う MM2H ですから、サラワク州にメリットがある MM2H になりますので、以前の MM2H よりも若干内容が違ったね。だからちょっと高めだとかいろんな条件がある厳しめの MM2H であったということで、今まで誰も見向きをしなかったわけです。では、今後中央政府の MM2H が監査を受けたように、サラワク MM2H も特別監査を受けて条件変更にならないのかっていうことに関してなんですけれども、それは可能性はないとは言えないんですけれども、皆さんはお気づきにならないかもしれないんですけれども、実は2020年9月1日付で、私はどさくさという表現を使うんですけれども、サラワク MM2H っていうのは参加条件の改正を行っているんです。最近行ってるんですよ。おそらくですけれども、中央政府の MM2H の監査内容を見てですね、後出しじゃんけんでサラワク州が監査が通るようなベストな新規条件で改正してしまったというふうに私は推測しています。こういうことから国家監査対応バージョンの MM2H とサラワク MM2H っていうのがマレーシアに現在存在するってことになるわけですね。それで西は条件厳しいですから MM2H プロ。そして東は条件低いですから MM2H ライトみたいな感じになって、それが現在のマレーシアにあるわけです。これは私の個人的な考えなんですけれども、あと1年ぐらいして、中央政府の MM2H に閑古鳥が鳴いてしまうかもしれないわけですよ。そうした場合に、サラワク MM2H の条件までは実質カウントしてくる可能性があると私は思っています。最後になりますが、サラワク MM2H っていうのはあくまでもサラワクを中心にマレーシアにお金を落とさせる MM2H プログラムでして、まだ参加者自体も少ないんですね。そして細かな経験者の情報っていうのはネットでは手に入れられない状態になっています。もし視聴者の方でサラワク MM2H を申し込んでみたいなと思われる方は、実績のあるエージェントと細かな規則までを含めた参加のルールっていうのがありますので、それを確認した上で行うことをお勧めいたします。クアラルンプールにある、ちょっと私の知っているエージェントさんは、すでにサラワク MM2H での実績を作っているということですので、そういった実績のあるエージェントに問い合わせをしてみるといいと思います。
いかがでしたでしょうか？今回は MMCH がどのような経緯でドラスティックな条件変更を行ったのかということを国家監査の内容に従って説明させていただきました。サラーク MM2H に関しても本来は最強の MM2H なんだっていうことはお分かりいただけたと思います。そして今回は後出しじゃんけんで国家監査対策までしてしまったというお話もさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価やチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いいたしましょう。